皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、あきこです。今日は日本のニュースを3つ話します。1つ、2つ、3つ話します。JLPT-N5 のレベルで話します。ぜひ最初から最後まで見てください。一つ目のニュースです。一つ目のニュースは、自転車のルールについてです。自転車のルールです。4月1日、4月1日から自転車のルールが厳しくなります。厳しくなる。ゆるい、厳しいルールが始まります。そして、ルールを守らないとお金を払うことになります。厳しいルールを守らないとお金を払わないといけません。罰金です。罰金。ルールを紹介します。例えば、スマートフォンを見ながら自転車に乗る。スマホを使いながら自転車に乗るのはダメです。ダメ。あとは傘。雨の時に傘を差す。傘を差しながら自転車に乗るのもダメです。あとはイヤフォンまたはヘッドフォン。イヤフォンで音楽を聴く。音楽を聴きながら自転車に乗るのもダメです。もしこのルールを守らないと12,000円の罰金です。12,000円払うことになります。日本では2人乗りがダメです。2人乗り。2人で1つの自転車1台に乗るのもダメです。小さい子供は OK です。小さい子供は OK です。皆さんは自転車に乗りますか？普段自転車に乗りますか？乗る、乗らない。皆さんの国では自転車のルールありますか？ないですか？ルールは厳しいですか？厳しくないですか？
厳しい、厳しくない。2つ目のニュースです。2つ目のニュースは、焼き鳥のお店についてです。焼き鳥のお店です。皆さん、焼き鳥を食べたことはありますか？ないですか？焼き鳥が好きですか？嫌いですか？日本の焼き鳥のチェーン、焼き鳥のチェーンのお店。チェーンというのは、同じ名前のお店がたくさんある会社です。日本の焼き鳥のお店がベトナムにオープンしました。日本の焼き鳥のお店がベトナムで新しいお店を出しました。お店を出す。お店をオープンすると言います。お店をオープンする。お店を出す。ベトナムのハノイにオープンしました。ベトナムのハノイに日本の焼き鳥のお店ができました。東南アジアでは初めてです。東南アジアでは初めてオープンしました。この新しいお店では22人働きます。22人働いている人がいます。しかも、この22人全員日本で働いたことがあります。皆さんは焼き鳥が好きですか？皆さんの国には焼き鳥のレストラン、お店はありますか？ないですか？3つ目のニュースは国のお金についてです。最後のニュースは日本のお金についてです。日本の国会で今年の予算が決まりました。今年の予算が決まりました。予算というのはどうやってお金を使うか、何にお金を使うかの計画です。お金の使い方、何にどのぐらいのお金を使うかの計画です。今年の予算は122兆円です。122兆円です。4月7日にこの予算が通りました。予算が通る。通るというのは OK が出るということです。決まるということです。4月に予算が決まりましたが、本当は3月に決まるはずでした。3月に決まる予定でした。3月から4月に遅れました。遅れるというのは遅くなるということです。遅くなりました。今日の動画では日本のニュースを3つ話しました。どのニュースが面白かったですか？今日の動画はここまでです。最後まで見ていただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またね。